いしょよいしょ。わ、キラリ、お家のお手伝いして偉いね。キッチンでお母さんに捨ててきてねって言われたんだ。毎日お料理してるとね、たくさんのゴミが出るよね。ゴミいっあ、怪人だ。何してるの？野菜はまずい。捨てちゃえ。こんな風にね、まだ食べられるのに捨てられてしまう食材のことを食品ロスというよ。食品ロス？フードロスとも言うよ。このゴミどこから来たんだろう。じゃあお家でどれぐらいのゴミがあるのか調査してみよう。わあ、いいねいいね。自由研究にもぴったりだ。じゃーん。トゥインクルさんの特製調査シート作ってみたよ。わあ、すごい。じゃあ一緒に書いてみようか。イエスさー。ふむ順番に書いていけば調査することができるね。まずはなんでこの研究をしようと思ったかだよ。僕の場合はゴミ捨てのお手伝いをしていた時、ゴミがいっぱいで、それでね、ゴミがどこから来てどれくらいあるか調べてみたいと思ったんだ。おー、いいねいいね。次は調査の方法だね。毎日いつも通り過ごしてて、まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物や飲み物があったら、捨てる前に重さを測って書いておこう。重さだね。わかったよ。お母さんにも協力してもらってね。イエスさー。よいしょよいしょ。キラキラよし、調査完了。わ、3日間の調査バッチリだね。キラリ、お家から出たゴミの量多いと思った？少ないと思った？意外に少ないって思ったよ。でもね、それぞれのお家一軒一軒があまり多くない量でも、これが日本全国全部のお家の食品ロスを集めるとものすごい量になるんだよ。そうなの？じゃあクイズにしちゃおう。クイズ。日本の家庭から出る食品ロス1年分集めるとどれぐらいの量になるでしょう？どれぐらいだろう。1番アフリカゾウ41頭分ぐらい。アフリカゾウ2番アフリカゾウ410頭分ぐらい。3番アフリカゾウ4100頭分ぐらい。想像つかないな。4番アフリカゾウ41万頭。41万単。いっぱいわわわ。さあどれかわかるかな？チッ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 チン。トゥイン、正解は4番のアフリカゾウ41万頭分ぐらいです。アフリカゾウ41万頭ちょっと多すぎてわからないよ。当たった人いるかな？1年間のね、家庭から出る食品ロスの量は約246万トンだよ。アフリカゾウ1頭は約6トンなので、6トン？約41万頭分になります。すごい量だゴね。ミたくさんあるんだね。よし、またまたクイズだよ。でね、でででで。たくさんのゴミが出ているはずなのに、みんなの周りは全然ゴミだらけじゃないよね。とっても綺麗だよね。たくさんのゴミはどこに行ったでしょう？ゴミどこに行ったのかな。1番燃やしている、2番海に沈めている、3番土に埋めている、4番怪人に食べさせている。どれかな。さあどれかわかるかな？チッ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 チーン。トゥイン、正解はね、1番の燃やしているだよ。ゴミは燃やしているんだね。日本のゴミの約8割は燃やしているんだよ。ほとんどのゴミが燃やされるんだね。食べ物のゴミはね、お水をたくさん含んでいるので燃えにくいんです。燃えにくいの？だからね、燃えにくいので火の力を強くしているとこもあるんだって。火を燃やすとね、二酸化炭素という目には見えない気体が出てきます。二酸化炭素？この二酸化炭素がね、地球温暖化の原因の一つだと言われているんだよ。食品ロスを放っておくとね、たくさんの食べ物がゴミになってしまってね、もったいないというだけじゃなくてね、地球温暖化を進めてしまう原因にもなってしまうんだね。わあ、もったいないだけじゃないんだね。地球にもたくさん迷惑をかけちゃってるね。他にもね、
食品ロスの悪いところがあるんだ。他に例えばね、ゴミを燃やしても燃えきらないものがあります。それをね、埋めないといけないんだけど、その埋める場所も20年以内に足りなくなると言われているんだ。足りなくなっちゃうの？あとね、日本ではこんなに食べ物をねたくさん捨てているのに、世界ではご飯を十分に食べられなくて苦しんでいる人たちがいるんだよ。困っている人がいるんだね。世界にはね8億人の人が住んでいるんだけど、その9人に1人がずっとお腹が減っていて栄養が足りてない状態なんだ。このままじゃね、同じ地球でみんなが幸せになることができないよね。そうだね。このままじゃみんな同じ地球で幸せになることができないね。どうしたらみんな幸せになれるかな？ SDGs って聞いたことある？ SDGs？SDGs じゃん、これが SDGs マーク。わわー、虹みたい。虹色で綺麗だよね。 SDGs ってね、持続可能な開発目標とも言うちよ。ょっと難しいな。持続可能っていうのはね、ずっと続けていけるという意味なんだけど、英語ではサスティナブルというよ。サスティナブル、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 サスティナブル。この地球でずっとみんなが暮らし続けられるようにと頑張っているんだよ。素敵な目標だね。SDGs にはね、じゃん、こんなにたくさんの目標があるよ。17個の目標もあるんだ。いっぱいある。いっぱいあるね。今話してた食品ロスはね、この目標12番の作る責任、使う責任に大きく関わってくるんだ。このね、食品ロスについて考えていくと SDGs の他の目標もどんどんクリアしていけるんだよ。わー、いっぱいクリアしちゃうぞ。じゃあどうやったら食品ロスが減らせるのか一緒に考えてみよう。考えてみる。キラキラリン。どうしたら食品ロス減らせるかな？どうしたらよかったのかな？みんなはどうかな3日目のはお豆腐安くなっててね、たくさん買いすぎちゃってね、気づいたら賞味期限が切れちゃったんだ。食べられるものを食べられるだけ買う。事前に買うものを決めておいて、お買い物リストを作っておくと買いすぎを防ぐことができるよ。人参苦手だった？人参苦手で残しちゃったよ。頑張ったらまだ食べられたな。まだ食べれたかもしれないね。好き嫌いしない、食べ残さない。そうだね。好き嫌いしない、食べ残さない。食べ物は捨てたらゴミになっちゃうけど、食べたら栄養になるね。自分が食べられる量を確かめて、食べられる分だけよそうことも大切だよ。あとはね、無駄の少ないお料理方法を知る。実はね、お野菜のヘタをね、できるだけギリギリのところで切り落としたり、切り方を工夫するだけでゴミの量が半分以上も減ることがあるんだよ。ゴミの量を減らすようにお料理するよ。1日目の牛乳はね、冷蔵庫から出してそのままにしちゃってたんだ。正しい賞味期限や保存方法を知る。賞味期限と消費期限の違い知ってる？賞味期限と消費期限？賞味期限は美味しく食べられる期限のことだよ。だからね、この日を過ぎたからってすぐに食べられなくなるわけじゃないんだよ。そうなの？一方、消費期限は安全に食べられる期限なので、この日を過ぎたら食べないのが原則だよ。食材を購入したらね、期限をしっかり確認して期限内に食べきるようにしようね。分かったよ。あとね、このお野菜はどのぐらい持つかとか、カットして冷凍したら長持ちするかなとかね。いろんな情報たくさん調べてまとめてみるよ。あとはリボベジ、リボベジ、リボーンベジタブル、再生野菜のことだよ。リボーンベジタブル。みんなもやったことあるかな？豆苗？そう、豆苗とかね。いつも捨てちゃう根や茎の部分を育てることによってもう一度収穫できちゃうんだ。また食べられるんだね。とってもおしゃれだからインテリアとしても楽しめちゃうね。毎日の成長を観察するのもとっても楽しそう。あとはじゃん、アレンジレシピを考える。今までたくさんお料理してきたよね。今ま
までねいろいろねアレンジレシピ考えてみてよね。みかんの皮も食べれちゃったよね。みかんの皮でね作る炊き込みご飯とか、大根のそうだね、大根の皮で作るチヂミとかとっても美味しかったよね。皮も美味しかったな。そう、栄養もいっぱいなんだよね。みんなも見てみてね。みんなもね普段捨てちゃう食材でアレンジレシピを考えたりして自由研究にまとめてみたりしたらもっと良くなると思うよ。次はどんなレシピにしようかね。今日ねキラリと一緒に使ったこのワークシートはみんなもダウンロードできるので自由研究に使ってみてね。お料理の中でも地球のためにできることがたくさんあるんだね。実際にね毎日お家でできる食品ロス対策はまだまだ他にもいっぱいあるんだよ。みんながね考えて行動していくことが地球を良くする活動につながっているよ。小さな活動をコツコツ続けていくことが大切。できることから行動してね一緒に頑張っていこう。一緒に頑張ろう。バイバイ。バイバーイ。キラキラリン。じゃあ最後に僕とあっち向いてほいだよ。みんなは指で好きな方向を指さしてね。いくよ。あっち向いてほい。右だよ。当たったかな？またトゥインクルさんと僕に会いたいお友達はチャンネル登録もよろしくね。次のキラキラのお料理は何